り解説。2014年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえ、マリサ。今年もたくさん映画が公開されたけど、2014年ってどんな映画が人気だったの？お、いい質問だな。2014年はアニメも洋画も邦画も、話題作が目白押しだったぜ。へえ、確かにアナと雪の女王がすごく流行った記憶があるよ。子供から大人まで夢中になってたよね。そうだぜ。アナ雪は日本でも社会現象になったし、他にも感動作やアクション映画、SF 超大作なんかもたくさん公開されたんだ。なるほどね。でも、そんなにいっぱいあったら、どれを見ればいいのかわからなくなりそう。安心しろ、レイム。今回は2014年に日本で公開された映画の中から、特に注目すべきベスト10をランキング形式で紹介していくぜ。第10位、300帝国の進撃。これは、2006年に公開された300の続編だぜ。前作はスパルタの王レオニダス率いる精鋭300人がペルシア軍と戦う話だったけど、今回の物語はその戦いと同時進行する別の戦場が舞台なんだ。へえ、じゃあ続編っていうより、同じ時代の別の視点って感じなの？そうだな。今回の主役はアテナイの将軍、テミストクレスだ。彼はギリシャの自由を守るため、海戦でペルシア軍と戦うんだ。前作は陸の戦いだったけど、今作は海の戦いがメインになってるぜ。なるほど。スパルタの戦士たちとはまた違う戦い方をするんだね。でも、ペルシア軍ってそんなに強かったの？ああ、今作ではペルシア軍の指導者クセルクセスだけじゃなく、その側近であるアルテミシアが大活躍するんだ。このアルテミシアは、策略に長けた冷酷な女性将軍で、海戦でギリシャ軍を苦しめる。女性の将軍、すごいね。しかも、アルテミシアを演じているのはエヴァ・グリーンだ。彼女のカリスマ性あふれる演技が見どころの一つだぜ。彼女の魅力と残忍さが入り混じったキャラクターが、映画の緊張感を一層高めている。戦闘シーンはどんな感じなの？今作も前作と同じく、スローモーションを駆使したスタイリッシュなアクションが特徴だ。血しぶきが舞う迫力の映像はまるで漫画のようなビジュアルで、戦闘シーンの見応えは抜群だぜ。うわぁ、迫力がありそう。前作のファンなら絶対見たくなるね。そうだな。ストーリーの面白さはもちろん、映像美やアクションの派手さも含めて、戦争映画や歴史映画が好きな人にはたまらない一作だぜ。第9位、スタンドバイミー、ドラえもん。これはドラえもんシリーズ初の 3DCG アニメ映画だぜ。今までのドラえもん映画とは違って、藤子 F 不二雄の原作エピソードをいくつか組み合わせた構成になっているんだ。へえ、いつもの 2D アニメじゃなくて 3DCG なんだね。どんな話なの？基本的には、のび太がドラえもんと出会って成長していく姿を描いた感動的なストーリーだ。特に、のび太としずかちゃんの未来が大きなテーマになっている。のび太はダメダメな子供だけど、未来でしずかちゃんと結婚するために成長していくんだ。なるほど。それでドラえもんはのび太を助けるの？そうなんだ。映画の序盤でドラえもんは未来からやってきて、のび太を幸せにするために一緒に過ごすことになる。だけど、のび太が自分の力でしずかちゃんを幸せにできるようになったら、ドラえもんは未来に帰らなきゃならないんだ。それってドラえもんとお別れするってこと？そういうことだな。だから、この映画のクライマックスでは、のび太とドラえもんの別れが描かれているんだ。感動的なシーンだから、見た人は涙なしにはいられないぜ。そんな展開、絶対泣いちゃうよ。でも、のび太はちゃんと成長できたの？もちろん、のび太は自分の力でジャイアンに立ち向かうし、しずかちゃんを守るために頑張る。これまでののび太からは考えられないくらい、強くなるんだぜ。へえ、のび太の成長が見られるのはいいね。でも、3DCG ってどうだったの？ CG ならではの温かみのある映像になっていて、キャラクターの表情が豊かに描かれていたよ。特に、のび太やドラえもんの感情がすごく伝わってくるから、感動シーンの破壊力が半端ない。うわぁ、それは見たくなっちゃうね。やっぱりドラえもんは名作だね。第8位、日暮らしの木、日暮らしの木。
日暮らしの木は羽室凛の小説が原作の時代劇映画だぜ。江戸時代を舞台に、藩の規律を破った罪で切腹を命じられた武士と、その監視役になった青年の交流を描いた作品だ。切腹を命じられた武士ってことは、もう助からない運命なの？そうなんだ。主人公の戸田秀国は、ある事件を起こして10年後に切腹を言い渡されてるんだ。でも、その10年間をただ待つんじゃなくて、自分の生きた証を残すために藩の歴史書を書いている。そんな状況で歴史書を書いてるの？それってどういうこと？彼は罪人として生きるのではなく、最後の瞬間まで武士としての誇りを貫こうとしているんだ。そこに、彼の監視役として派遣された若い武士、段の正三郎が登場する。この正三郎は最初、秀国のことを疑っていたんだけど、彼の人柄に触れるうちに次第に尊敬するようになるんだ。なるほどね。じゃあ、二人の間に信頼関係が生まれていく物語なんだね。でも、秀国が起こした事件って何だったの？それがこの映画の重要なポイントなんだ。秀国は本当に罪を犯したのか、それとも冤罪だったのか？正三郎は彼と過ごすうちに、事件の真相を探ることになる。そして物語が進むにつれて、秀国が背負っていた大きな秘密が明らかになっていくんだ。うわぁ、それは気になる。結末はどうなるの？それは見てのお楽しみだぜ。だけど、この映画は単なるサスペンスじゃなくて、生きることの意味や、人としての誇り、家族への愛がテーマになっているんだ。特に秀国の妻と娘との絆がすごく感動的なんだよ。なるほど。武士としての誇りだけじゃなくて、家族の話も描かれてるんだね。そうだぜ。映像もすごく美しくて、四季折々の自然が映画の雰囲気をより引き立てている。静かだけど力強い作品で、時代劇が好きな人はもちろん、感動する映画を求めている人にもぴったりだ。武士の生き方や誇りを描いた作品か。なんだか心に響きそうだね。第7位、マレフィセント。マレフィセントは、眠れる森の美女に登場する悪役マレフィセントを主役にした実写映画だ。ディズニー映画では珍しい、ヴィラン側の視点から物語が描かれる作品になってるんだ。じゃあ、マレフィセントが主人公なの？あの邪悪な魔女が？そうなんだぜ。でも、この映画では彼女が単なる悪役じゃなくて、なぜオーロラ姫に呪いをかけることになったのか、その背景が描かれているんだ。へえ、それは興味深いね。じゃあ、マレフィセントって実は悪い人じゃなかったの？その通り、マレフィセントはもともと妖精の国を守る優しい存在だったんだ。でも、人間の王ステファンの裏切りによって翼を奪われてしまい、それがきっかけで人間を憎むようになったんだ。そんなひどいことされたら、確かに復讐したくなるかも。そうなんだよ。それで、ステファン王の娘であるオーロラ姫に呪いをかけるんだけど、ここからが面白いところで、マレフィセントは呪いをかけたはずのオーロラ姫を次第に愛しく思うようになっていくんだ。それってどういうこと？呪いをかけたのに、愛しくなるの？そうなんだ。マレフィセントは森の中で育つオーロラ姫を見守るうちに、次第に彼女に母親のような感情を抱くようになる。でも、呪いは止められないから、どうしたらいいのか悩むんだ。そんな複雑な展開になるんだね。じゃあ、オーロラ姫はどうなるの？そこがこの映画の大きな見どころだな。従来の眠れる森の美女では王子様のキスで目を覚ますんだけど、この映画では別の形の真実の愛が描かれるんだ。王子様のキスじゃないの？まあ、それは見てのお楽しみだぜ。マレフィセントは、単なる悪役の物語じゃなくて、裏切りや復讐、そして愛と許しをテーマにした作品なんだ。ディズニー映画なのに、結構深い話なんだね。そうだぜ。しかも、マレフィセントを演じたのはアンジェリーナ・ジョリー。彼女の迫力ある演技と美しいビジュアルは、この映画の大きな魅力の一つだぜ。第6位、インターステラー。クリストファー・ノーラン監督の SF 超大作で、科学的な交渉がしっかりしている映画としても有名だな。単なる宇宙冒険映画じゃなくて、人類存亡の危機と家族の絆を描いた作品なんだ。人類存亡って、地球がやばいの？その通り、
舞台は近未来の地球。環境が悪化して、作物が育たなくなり、人類が生き延びるのが難しくなっているんだ。そこで NASA が極秘のプロジェクトを進めていて、新たな移住先を探すために宇宙へ行く計画を立てるんだ。それで主人公が宇宙に行くの？そうなんだ。主人公のクーパーは元パイロットで、NASA から特別に選ばれて宇宙へ旅立つことになる。でも、その決断には大きな問題があった。どんな問題？クーパーには娘のマーフがいるんだけど、宇宙へ行くということは、彼女を地球に残していくことになるんだ。しかも、相対性理論の影響で、時間の流れが違ってくる。つまり、クーパーにとっての数時間が、地球では何年にもなる可能性があるんだよ。うわぁ。つまり、クーパーが戻ってくる頃には、娘はもう大人になってるかもしれないってこと？そういうことだな。だから、クーパーは地球に残りたい気持ちと、人類の未来のために旅立たなければならないという葛藤を抱えながら旅立つんだ。めちゃくちゃ切ないね。宇宙ではどんなことが起こるの？ワームホールを通って別の銀河に行ったり、重力の影響で時間の進み方が変わる星に降り立ったりする。特に、超巨大な波が襲ってくる惑星のシーンは圧巻だぜ。そんなの見たら心臓バクバクしそう。でも、クーパーたちはちゃんと移住先を見つけられるの？それは見てからのお楽しみだな。ただ、この映画の最大のポイントは、科学と愛の関係なんだ。愛？ああ、科学的にリアルな描写がされている一方で、愛は時間や空間を超えるっていうテーマが重要になってくるんだ。クーパーとマーフの親子の絆が、物語の核心にあるんだよ。科学と感情が絡み合った作品なんだね。これは絶対に見てみたい。第5位、西遊記、始まりの始まり。これは、西遊記の物語が始まる前の話で、玄奘つまり三蔵法師がまだ未熟だった頃の成長を描いた作品なんだ。監督はチャウ・シンチーで、笑いとアクション、感動が絶妙に詰まった映画だぜ。普通の西遊記とは違って、まだ三蔵法師が強くないの？そうなんだよ。物語の冒頭では、玄奘は妖怪退治を任されているけど、武力じゃなくて愛や説得で妖怪を改心させようとするんだ。でも、それが全然うまくいかなくて、いつも失敗ばかり。そんなので妖怪が改心するわけないじゃん。そこがこの映画の面白いところなんだ。最初のエピソードでは、川の村を襲う巨大な漁業に立ち向かうんだけど、現状のやり方では全く歯が立たない。結局、妖怪ハンターのダンという女性が現れて、力ずくで解決しちゃうんだよ。ダン？その人はどんなキャラなの？ダンは妖怪退治のプロで、現状とは真逆のタイプ。彼女は妖怪を徹底的に倒すことで世界を救おうとするんだ。でも、現状の優しさに惹かれて、彼に恋心を抱くようになるんだよ。おお、恋愛要素もあるんだね。でも現状って僧侶だよね？恋愛はダメなんじゃ。その通り、現状は僧侶としての使命を優先して、ダンの思いを受け入れられないんだ。それがこの映画の切ないポイントでもあるぜ。うわぁ。それは悲しいね。でも、その後も妖怪退治は続くんでしょ？そうだな。現状は旅を続ける中で、新たな妖怪に出会う。例えば、イノシシ妖との戦いや、封印された孫悟空との遭遇だな。孫悟空が封印されてるの？なんで？孫悟空はもともとものすごく狡猾で邪悪な妖怪として登場するんだよ。現状は彼を解放しようとするけど、悟空は現状をからかいながら試してくるんだ。それって本当に仲間になるの？ここが映画のクライマックスの一つだぜ。現状は悟空を仲間にしようとするんだけど、その前に大きな悲劇が起こる。ダンが妖怪との戦いで命を落としてしまうんだ。ダンが死んじゃうの？そうなんだ。この出来事をきっかけに、現状は僧侶としての決意を固めて、完全に悟りを開く。そして、悟空、猪八戒、沙悟浄と共に本当の西遊記の旅が始まるんだ。なるほど。つまり、この映画は西遊記の始まりを描いてるってことか。そういうことだな。現状がどうやって三蔵法師になったのか、どうやって仲間を集めたのかを描いた映画だから、
通の西遊記とは一味違う魅力があるぜ。しかもチャウ・シンチー監督だから、笑いもありつつ感動もあるってことだね。そうだぜ。しかもこの映画、実は、ドラゴンボールの影響を強く受けてるんだぜ。ドラゴンボール、西遊記と関係あるの？実はな、チャウ・シンチー監督は、ドラゴンボールの大ファンで、映画のバトルシーンや孫悟空のキャラクター造形にその影響が色濃く現れているんだ。そしてなんと、この映画を見た鳥山明先生が絶賛して、特別にポスターを書き下ろしたんだよ。鳥山明先生が、それってすごくない？めちゃくちゃすごいぜ。ドラゴンボールと西遊記はもともと関連があるけど、この映画では特に孫悟空の力の描き方や戦い方にドラゴンボール的な演出が取り入れられてる。だから、ドラゴンボールファンなら間違いなく楽しめる作品になってるんだ。なんか、ますます興味が湧いてきたよ。コメディもあって、アクションもすごくて、しかもドラゴンボールっぽい戦闘シーンがあるなら、絶対面白いじゃん。そうだな。ギャグとアクション、感動のバランスが絶妙な作品だ。第4位、イコライザー。タイトルのイコライザーは平等にするものって意味があるんだ。つまり、この映画の主人公は、悪人に苦しめられている人々を助ける正義の裁き人なんだぜ。それってスーパーヒーローみたいな感じ？いや、もっと現実的なアクション映画だな。主人公はロバート・マッコールという男で、かつては CIA のエージェントだったけど、今は普通の生活を送っているんだ。でも、ある日、知り合った少女がロシアンマフィアにひどい目に遭わされるのを知って、彼の正義感に火がつくんだよ。うわ、それは許せない。それでどうなるの？マッコールは圧倒的な戦闘スキルを持っていて、元 CIA ということもあって戦い方が異常にスマートなんだ。まるで時計の秒針を刻むように、的確に敵を倒していくんだぜ。そんなに強いの？ああ、特に彼の16秒だなっていう決め台詞がかっこいいんだ。戦う前に、敵の動きを分析して、秒単位でどう倒すか計算するんだ。そして、その通りに敵を片付ける。完全に無双状態だぜ。めちゃくちゃスタイリッシュな戦い方。映画のアクションはどんな感じ？スピーディーで迫力があるのに、静かで緻密な動きが特徴だな。ガンアクションだけじゃなくて、身近な道具を使って戦うシーンも多い。例えば、金槌やワインオープナーを武器にしたりな。そんなのも武器になるの？まるで忍者みたい。まさにそれだぜ。普通のアクション映画とは違って、暗殺者としての知識と技術を駆使しているのがこの映画の魅力だな。しかも、主演のデンゼル・ワシントンの演技が渋くて最高なんだ。デンゼル・ワシントンって、演技派の俳優さんだよね。そんな彼がアクション映画に出るのは珍しい気がする。そうなんだよ。だからこそ、普通のアクション映画とは一線を画す作品になってるんだ。単なるド派手な戦いだけじゃなくて、静かで内に秘めた怒りを表現する演技が本当にすごいんだぜ。すごくクールで大人向けのアクション映画って感じだね。そうだな。ハードボイルドな雰囲気も魅力の一つだ。しかも、この映画はシリーズ化されて、イコライザー2や最新作のイコライザー3も公開されているんだぜ。シリーズ化されるってことは、かなり人気のある映画なんだね。ああ、アクション好きなら絶対に楽しめる名作だぜ。第3位、マダム、イン、ニューヨーク。この映画は、インド映画でありながら世界中の観客に共感を呼んだ感動作なんだ。主人公はシャシというインド人女性で、専業主婦として家族の世話に追われているんだけど、ある出来事をきっかけにニューヨークでの新たな挑戦をすることになるんだ。どんな出来事がきっかけなの？シャシは家族を大事にしてるけど、英語が話せないことで夫や子供たちから軽く見られてしまうんだよ。特に、娘に馬鹿にされたり、夫からもお前は家でお菓子を作ってればいいみたいな扱いをされるんだ。それはひどいね。家族を支えてるのに、そんな風に扱われるなんて。そうだろ？でも、ある日シャシはメイの結婚式の準備のために単身でニューヨークへ行くことになるんだ。そこで、英語が話せないことで色々な苦労をするんだけど、偶然出会った人の助けを借りて、英会話スクールに通うことを決意するんだよ。英語が苦手なのに、
いきなり英会話スクールに、それってすごく勇気がいることじゃない？その通り、最初は周りについていけなくて大変なんだけど、シャシは持ち前の優しさと努力で少しずつ成長していくんだ。クラスメイトも個性豊かで、みんなと助け合いながら学んでいく姿がとても感動的なんだぜ。どんなクラスメイトがいるの？例えば、フランス人シェフのローラン。彼はシャシの努力に感銘を受けて、さりげなく彼女を励ましてくれる存在なんだ。そして、シャシ自身も、彼を通じて少しずつ自信を持つようになっていく。なんだか、異文化の交流も楽しそうだね。そうなんだよ。しかも、この映画のすごいところは、英語を学ぶことだけがテーマじゃなくて、シャシが自分の価値を見つけることが大きなテーマになっている点なんだ。なるほど。ただ英語が話せるようになるだけじゃなくて、自分に自信を持つことが大事ってことだね。その通り、クライマックスでは、シャシが家族の前で堂々とスピーチをするシーンがあるんだけど、そこがもう最高に感動するんだぜ。家族の前でスピーチ、夫や子供たちの反応は？最初は彼女を軽く見ていた家族も、シャシの成長した姿を見て驚くんだ。特に夫は、自分がいかに彼女を軽視していたかを気づかされることになるんだよ。うわぁ、それは絶対泣けるやつだね。そうなんだよ。この映画は、特に主婦や女性が共感できるポイントがたくさん詰まってる。だけど、単なる女性向け映画じゃなくて、誰でも新しいことに挑戦する大切さを感じられる作品なんだ。確かに、年齢や環境に関係なく、自分を信じて挑戦することって大事だよね。そういうこと。しかも、主演のスリデビの演技が素晴らしくて、彼女の自然な演技が映画をよりリアルに感じさせてくれるんだ。なるほどね。インド映画って派手なダンスのイメージがあるけど、こういう心に響く映画もあるんだね。ああ、むしろこの映画はシンプルだけど、メッセージ性が強いからこそ、多くの人に愛された作品なんだぜ。第2位、ベイマックス。ベイマックスはディズニーが制作したアニメ映画で、マーベルのビッグヒーロー6というコミックを原作にしているんだ。だけど、映画ではかなりオリジナル要素が加えられて、感動的なストーリーになっているんだぜ。マーベル原作だったんだ。でも、ヒーロー映画っていうより、心温まる話って感じがするけど？その通り、この映画はただのアクション映画じゃなくて、家族愛や友情、喪失と再生がテーマになっているんだよ。主人公はヒロハマダという14歳の天才少年で、兄の正しが作った医療ロボット、ベイマックスと一緒に成長していく物語なんだ。ベイマックスって戦うロボットじゃなくて、医療ロボットなの？そうなんだ。正しは、人々の健康を守るためにベイマックスを開発したんだ。でも、ある日、正しが事故で亡くなってしまう。ヒロは兄の死を受け入れられずに落ち込んでしまうんだけど、そんな彼を支えるのがベイマックスなんだよ。うわぁ。いきなり切ない展開だね。でも、ここからが物語の本番だ。ヒロは兄の死の真相を探るうちに、ある巨大な陰謀に巻き込まれていくんだ。そして、ベイマックスを戦闘モードに改造して、一緒に戦うことを決意するんだよ。医療ロボットなのに戦えるの？そうなんだ。ヒロは自分の発明の力を使って、ベイマックスにアーマーを装着し、戦闘プログラムを組み込むんだ。そして、ただしの仲間たちと一緒にビッグヒーロー6というチームを結成して、敵と戦うことになる。一気にヒーロー映画っぽくなったね。でも、この映画のすごいところは、ただのアクション映画じゃないってところなんだ。ヒロは復讐心に駆られて戦おうとするけど、ベイマックスはずっと人を傷つけてはいけないって言い続けるんだよ。なるほど。兄が作ったロボットだから、正しの意志をちゃんと受け継いでるんだね。そういうこと。最終的にヒロは、正しの本当の思いを知って、復讐じゃなくて人を救うことを選ぶんだ。それがこの映画の大きなテーマなんだぜ。感動する展開だね。ベイマックスって戦うだけじゃなくて、ヒロの心を支える存在でもあるんだね。しかも、ベイマックスのキャラクターがめちゃくちゃ魅力的なんだよ。もちもちした見た目と、のんびりした話し方が可愛すぎて、
見る人を癒してくれるんだ。確かに、あの空気入れみたいな体型と、ちょっと間の抜けた動きが癒されるよね。そうだな。だけど、映画が進むにつれて、ベイマックスはただの癒しキャラじゃなくて、ヒロの心の支えであり、兄の思いをつなぐ存在になっていくんだ。それがこの映画をより感動的なものにしてるんだぜ。うわぁ、そんな深い話だったんだ。てっきり、子供向けの楽しい映画かと思ってたけど、大人でも泣けそうだね。そうだぜ。アクションもコメディも感動も全部詰まってるから、子供から大人まで楽しめる作品になってるんだ。第1位、アナと雪の女王。ついに第1位。やっぱり、アナと雪の女王だね。これはもう、社会現象レベルの大ヒットだったよね。そうだぜ。ディズニーの長編アニメーション映画で、世界中で大ヒットした作品だ。特に、日本でも主題歌のレッド・イット・ゴーが流行って、みんな歌ってたよな。そうそう。私も聞いたことあるよ。でも、この映画ってどんな話なの？この映画の主人公は、姉のエルサと妹のアナ。エルサは生まれつき氷を操る魔法を持っているんだけど、その力を制御できなくて、周りの人を傷つけることを恐れてしまうんだ。なるほど。それでエルサは人と距離を取ろうとするんだね。でも、どうしてアナとエルサが離れ離れになっちゃうの？それは、エルサが自分の魔法を隠そうとするあまり、アナとの関係も疎遠になってしまうからなんだ。そして、ある日、エルサが感情を抑えきれずに魔法を暴走させてしまって、王国全体が氷の世界になってしまうんだよ。それでエルサはどうなるの？エルサは王国を飛び出して、自分の力を自由に使える氷の城を作るんだ。これがあの有名な、レッド・イット・ゴーのシーンだな。エルサはもう隠さないって決意して、自分の力を受け入れるんだよ。うわぁ、すごくドラマチックな展開。じゃあ、アナはどうするの？アナはエルサを探しに行くんだ。途中で山男のクリストフやトナカイのスベン、それに雪だるまのオラフと出会って、一緒にエルサを探す旅に出るんだよ。オラフって、すごく可愛い雪だるまだよね。夏に憧れる雪だるまっていう設定が面白かったな。そうそう。オラフはコメディリリーフの役割で、物語を楽しくしてくれる存在なんだ。でも、この映画の一番のテーマは本当の愛なんだぜ。本当の愛？ディズニーだから、王子様との恋愛がテーマなんじゃないの？そこがこの映画のすごいところなんだ。普通のディズニー映画なら、プリンセスと王子様の恋愛が中心になるけど、アナと雪の女王は違う。本当の愛とは、恋愛だけじゃなくて、家族の絆や自己需要なんだよ。なるほど。だからアナとエルサの姉妹の絆がメインになってるんだね。その通り、物語のクライマックスでは、アナがある決断をすることで、エルサの魔法を解く鍵が明らかになるんだ。それが、王子様のキスじゃなくて、姉妹の愛だったんだよ。王子様のキスじゃなくて、姉妹の愛が魔法を解くの。それは新しい展開だね。ああ、それがこの映画が多くの人に支持された理由の一つだな。恋愛だけじゃなくて、もっと広い意味での愛を描いてるから、大人も子供も共感できる作品になってるんだ。なるほど。だから世界中で大ヒットしたんだね。そうだぜ。映像の美しさも素晴らしいし、音楽の完成度も高い。特にエルサの氷の城を作るシーンなんかは、圧巻の CG 技術が使われていて、まるで魔法のようだったぜ。確かに、あのシーンはすごく印象的だった。これはもう、1位にふさわしい映画だね。総評、まとめ。いやー、今回のランキング、どの映画も本当に魅力的だったね。そうだろ？ 2014 年はジャンルも豊富で、アクションから感動作、ファンタジーまで、いろんな名作が揃っていたんだぜ。特に、アナと雪の女王は、やっぱり1位にふさわしい作品だったね。映像も音楽もストーリーも、全部が完璧だった。ああ、でも他の作品も負けてないぜ。ベイマックスは家族愛とヒーロー映画の融合が見事だったし、マダム・イン・ニューヨークは、自分を変えたい人に勇気を与えてくれる名作だった。最勇気始まりの始まりも、コメディとアクションのバランスが最高だったよね。しかも、ドラゴンボールの影響を受けてたなんてびっくりだった。そうだな。それに、イコライザーのクールなアクションや、
インターステラーの圧倒的な SF 世界観も見逃せないぜ。ジャンルが違うからこそ、それぞれの映画に個性があって、どれを見ても楽しめそうだね。そういうことだ。どの映画もそれぞれ違った魅力があるから、気になった作品があれば、ぜひ見てみてくれよな。よーし、私も今から映画を見る準備しよっと。みんなも気になった映画があったら、ぜひチェックしてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。